カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンアセヨ、風花です。いやー、夏本番になってまいりましたね。なんと今年は6月中に梅雨が明けてしまうという観測史上最速の梅雨明けだったみたいですね。大阪では一旦梅雨が明けてからまたちょっとね梅雨が戻ってきたみたいに雨が続いていた時期があったんですが、この放送7月11日ということで、おそらくねこの頃からまた本格的な暑さが戻ってきていると思います。さて、夏といえば冷麺ですよ。もう夏本番ね、暑さを乗り切る冷麺トークということで、今日はね冷麺の話をしていきたいと思います。で、冷たい麺料理といえば日本では盛岡冷麺や冷やし中華を連想する方が多いと思うんですけれども、韓国にもいろんな種類の冷たい麺料理があります。と言っても私が韓国にね夏に行ったのは2018年の8月が最後でして、この時はね学会に便乗してソウルに行ったんですけど、めちゃくちゃ暑かったんですよね。ソウルって日本の秋田県と同じぐらいの緯度なんですよ。だから大阪から行くと大阪よりもソウルの方が涼しいことが多いんですね。なので、秘書のつもりで行ったんですよ。暑いしソウルで涼みに行こうかとか言って行ったら、なんかたまたまその時ソウルが記録的な猛暑だったそうで、到着したら全然大阪より暑かったんですね。でまたその滞在中も連日最高気温が38度とかあって、もうあまりに暑すぎてこのねハンディ扇風機を買ったんですよ。で今やもう日本でもおなじみのこのハンディ扇風機ですけれども、2018年の頃ってねまだ日本ではそんなにたくさん売ってなかったんですよね。でもソウルに行ったらこれをむしろね持ってない人がいないくらい、もうみんなマイ扇風機を持ってて、こう地下鉄を待ってる時とかバス停で待ってる時とかみんなこうやって近距離でね風を浴びてるんですよ。で買ってみたらねこれ意外とパワーがあって涼しいんですよね。でもう買ってから4年ぐらいになるんですけれども、まだずっと壊れてなくてね、お風呂上がりとか、あとこうメイクをする時とかね暑いんでこれで乾かしたりとかしてずっと愛用しております。そして話を冷麺に戻しまして、今日はね韓国の冷たい麺料理を解説しながら、実際に私が韓国で食べてめちゃくちゃ美味しかった名店の冷麺たちを紹介します。で YouTube の見えるラジオでは写真を出しながら解説していこうと思うんですけれども、音声だけでお聞きの方にも言葉でねイメージが湧くように今日は表現を頑張りたいと思います。まず最初紹介したいのはムルネンミョンという料理です。これはですね、いわゆる冷麺と聞いて日本人が思い浮かべる最も標準的な冷麺だと思います。これは今の北朝鮮の平壌が発祥の食べ物だそうで、本来はね冬の定番料理だったって聞いたことがあります。で平壌とっても寒いので冬はね自然とこうスープが凍ってしまうと。でその凍ったスープに麺を入れてオンドルを炊いて温かくした家の中でこのちょっと凍ってる冷麺を食べるっていうのが冬の定番だったと聞いたことがありますね。で私は北朝鮮にはねもちろん行ったことはないんですけれども、ソウルでこの平壌冷麺を食べられるっていうお店があって、そこでねいただいたことがあります。これがねめちゃくちゃ美味しかったんですね。でちなみに日本の盛岡冷麺は北朝鮮出身の方がこの郷土料理のムルネンミョンをアレンジしてお店を出したっていうのが始まりだそうなんですよ。だから結構ね日本人にも馴染みがある味です。盛岡冷麺っぽい、逆なんですけどね、本当はね本来はその平壌冷麺が最初なんで真似してるのが日本の方なんですけれども、馴染んだ味の冷麺だと思います。で今やもうね盛岡の郷土料理として名物としてがっちり根付いている冷麺なんですけれども、韓国の冷麺とは実はねちょっと違いがあるんですね。でまず盛岡冷麺は小麦粉主体の黄色い麺で、トッピングにきゅうり、お肉、卵、あとスイカとかねそういう季節の果物と
唐辛子の入っている赤いキムチが乗ることが多いんですよね。でこれが白菜キムチだったりとかカッテキって言って大根のキムチがついてきたりします。でスープは透き通っているんですけれども、そのキムチが入っているので徐々にキムチの色でスープも赤く染まっていって、全体的にちょっとピリ辛みたいな風味で食べ終わるっていうことが多いと思うんですけれども、一方の韓国でいただいた平壌冷麺っていうのはまず麺がね茶色いんですね。そば粉が主体なんですよ。でコシは多分盛岡冷麺の方が強いぐらいだと思います。そんなグミグミはしてなくて、普通にコシのある麺っていう感じですね。でそれにきゅうり、お肉、卵、それから大根の水キムチが乗ってたんですよ。でこの水キムチなんで赤いキムチじゃないんですね。で辛くないタイプの、酸っぱいキムチと、あと梨が載っておりまして、 YouTube の方ね写真を出していますけれども、これがだからねキムチは辛くないので、もう全体も全く辛くない状態で終わります。でスープは牛肉の出汁、ユクスっていうんですけれども、その牛肉の出汁と、あと水キムチの漬け汁、これはトンチミって言います。それを合わせてブレンドして作られてるんですね。でお肉の出汁は旨味とコクがしっかりあるじゃないですか、牛肉の出汁なんでね。でそれに酸っぱくて爽やかな水キムチの漬け汁が合わさって、でさらにねシャーベット状になってるんですね。でもだから最高に美味しいんですよ。冷たいしコクもあって爽やかでっていう感じなんですね。で私はソウルにあるウルミルデという平壌冷麺の老舗に行ったことがあります。でウルミルデっていうのは平壌の歴史遺跡の名前だそうですね。で漢字で書くと甲乙の乙に、密ですの密、集まらないでくださいっていう意味の密ですってやつですね。この密ですの密に第一の第っていう風に書くんですけれども、このウルミルデっていう場所が、平壌に実際にあるそうなんです。でその歴史遺跡の名前から取ってお店の名前になっているというところです。でここの冷麺ねめちゃくちゃ美味しくておすすめです。で私はカンナムにある多分支店に行ったんですけれども、ソウル市内にはね何店舗かお店を出しているようです。でシンプルな冷麺なんですよ。本当にもう牛肉と、ちょっとのお肉と卵ときゅうりと大根が乗ってるっていうだけのシンプルな冷麺なんですけれども、本当にね滋味深いというか体に染み渡るような優しい旨味がずっと持続するんですね。でくどくないんですよ。だからスープを飲んで味わったらまた次のスープを飲みたくなるみたいな感じですね。もうスープもね全て飲み干してねいただきました。翌日すごいむくんだんですけど本当に美味しかったですね。ただ韓国の冷麺ってとんでもなく冷たくないですか？これ実際に韓国で冷麺召し上がった方はわかるかもしれないんですけれども、日本の冷麺ってスープがシャーベット状になってるお店はあるんですけれども、麺が、軽く氷水で締めた程度の温度で出てくることが多いと思うんですけれども、韓国の冷麺はねもう麺の中心までキンキンに冷えてるんですよ。もう凍る寸前ぐらい冷たい麺が出てくるんですね。よく、日本のバーでもエクストラコールドっていう氷点下のビールを出せるサーバーがあるお店があると思うんですけれども、あれぐらい冷たいんですよ。お椀全部がエクストラコールドレベルに冷たいんですね。だからイメージとしては丼一杯のかき氷を食べてるみたいな温度感になるんですよ。でそれだけ冷たいからか冷麺屋さんで席に着くとやかんが置いてあるんですね。でやかんだと思ってお茶かなと思ってそのね中身を継ぐとおつゆが出てくるんですよ。お出汁であったかいお肉のスープが入ってるんですね。それで冷麺で冷えた体を温めながらいただくっていうぐらい冷たいんですよ。でこの真夏の炎天下外を歩いてきてでお店に入って涼しいってなるじゃないですか。で結構冷房も強めなんですよね。でお店の冷房でもう結構ちょっと寒くなってきたなってなるとその机の上に置いてあるお出汁でちょっと温まってで出てきた冷麺でまたキンキンに冷えてでお出汁で中和してっていう感じで帰りましたで最近はね韓国もインフレの影響でなんとね冷麺が1杯1700円ぐらいするっていうニュースを最近見たんですけど、私が行った時もこのウルミレデの
冷麺というのは結構高級冷麺みたいで1400円ぐらいしたと思います。14000ウォンだったかなと思うんですけど、今はだからもっと値上がりしてるかもしれないですね。韓国の冷麺って結構高いんだなと思った記憶があります。確かに肉の出汁がね、もう牛肉を使ってるんで、もともと多分コストがかかるのと、あとエクストラコールドまで冷やすのに多分電気代も結構かかってると思うんですよね。だから高いのかなと思ったんですけれども、これがねムルネンミョンの話です。ぜひソウルに行くことがあったら食べてみてください。そしてもう一つ紹介したい夏の韓国の麺料理といえばコングクスなんですね。これは冷たい豆乳麺みたいなイメージです。韓国語でコンは大豆、ククスは麺の意味なので、日本語にするとコングクスは大豆麺ということになります。おそらくね、大豆を炊いて潰してこうしたものに出汁を加えてスープを作ってると思うんですけれども、味わいとしては濃厚な豆乳スープに麺が絡むっていう感じですごく美味しいんですよ。でこれも辛くないんですよね。で麺は小麦粉主体で黄色い麺のことが多いです。日本の冷やし中華の麺に多分似てると思いますね。で豆乳が好きな人だったら絶対にハマる味だと思うので、これもね日本人で好きな人きっと多いと思います。でコングクスはお店によってスープの濃度に結構差があるんですね。サラサラ系コングクスからドロドロ系コングクスっていうか濃厚系までいろいろあるんですよ。言うたら日本のラーメン屋さんみたいなイメージで、ラーメン屋さんもお店によってあっさりからこってりまでいろいろあって、それぞれに好みがあると思うんですけれども、コングクスもね結構そんな感じですね。お店によってだいぶ違うということです。で私は濃厚系が好きなんですね。ラーメンはね正直あっさり系が好きなんですけど、コングクスはもう濃厚系が好きなんですよ。で濃厚系コングクスで有名なチンジュチップというねお店に行きました。これはソウルのヨイドというところにあるお店なんですけれども、ヨイドといえばテレビ局がねいっぱいあるところなんですよ。それで先月話題にしたドラマプロデューサーというねドラマがありましたよね。キンボムさんの時の中華でね、それがもともとドラマプロデューサーの OST だったということで紹介したんですけれども、このドラマで何度もヨイドの景色っていうのが出てきたんですよ。で KBS のねビルとかも出てきてて、でそのドラマで見たビルを見つけてもう歓喜しながら写真を撮ってたわけですね。あ、ここだ、キムスヒョンくんが入ってたのこのビルじゃんとか言って撮ってたら、なんか警備のおじさんに、いやこのビルの何が珍しいのかって言われたんですよ。いやなんで写真なんか撮ってんのって聞かれて、で私は結構ね容姿で日本人ってあんま思われないんですよ、韓国に行った時に。で普通に韓国語でそうやっておじさんに話しかけられて、いやドラマで見たんですよ、私はね日本人なんですよねっていうふうに、韓国語で答えたら、あ、そうなのか、日本人なのかって言って、じゃあもうこのビルと一緒に写真撮ってあげるからそこに立ちなさいとか言ってね、私のスマホでおじさんが写真を撮ってくれましたね。なんかめちゃくちゃそんなね優しいおじさんに出会ったヨイドだったんですけれども、そしてねそのコングクスのお店チンジュチップの話に戻りますと、まずねお店がねここめちゃくちゃ広いんですよ。なんか百貨店みたいなビルの地下街にあるんですけれども、もう200席ぐらいあるんですよね、このチンジュチップのお店が。でその百貨店のほとんどがチンジュチップの席みたいな状態になっていて、でネットで見たら平日でも結構混雑するっていう風に書いてあったんで、ちょっと早めのねもう開店してすぐの11時ぐらいに行ったら、そのタイミングでは誰もいなかったんですけど、私が食べ終わって帰るぐらいのタイミングではもうビジネスマンの大群がね地上から押し寄せてましたね、そのお店に。それぐらいすごく人気のあるお店でございます。でここのお店のコングクスはね何もトッピングはないんですよ。キュウリとかね乗ってたりごまがかかってたりするお店はあるんですけれども、このチンジュチップっていうところは何もトッピングはないんですね。ほんと麺と濃厚な大豆スープのみなんです。で麺が長いんで配膳に来たおばちゃんがねその場で十字にこうハサミを入れて麺を切開してくれるんですよ。でそれで食べやすくしてくれるんですね。でコングクスを注文するとセットでキムチがついてくるんですが、このキムチがねコングクスの濃厚さに負けないめちゃくちゃパンチのあるキムチなんですよ。甘みも
辛さもそれから旨味ももうガツンってくる感じのキムチで、キムチだけで食べたらちょっと味が濃いかなって思うぐらいなんですけれども、このキムチで麺を巻いて食べるとコングクスのこの豆乳のまろやかさとパンチの効いたキムチの味がこう口の中で混ざり合わってね、この最高のマリアージュなんですよ。とっても美味しかったですね。でコングクスはお店によってはね、塩味がついてないっていうところも多いんですよ。の豆乳と出汁の味だけで机の上に塩が置いてあって、自分で塩を入れて味を調整してくださいっていうお店も多いんですけれども、このチンジュチップのコングクスはね、すでにちょっと塩味がついていて、もう私はね食べて十分ね美味しい味だったので、塩の追加はしなくてよかったんですけれども、そんな調整のいらないタイプのコングクスでございましたね。でこの日もねコングクスいただいて大満足で帰ったんですが、このコングクスもめちゃくちゃ冷たかったんですよ。ドロッとしてるのにすごい冷たいで、芯までエクストラコールドだったから、なんというか全然あったかくならないんですね。食べてる間もずっと冷え続けてるみたいな温度で、この時はね実は前日にその平壌冷麺を食べて2日連続で氷点下の麺をお腹いっぱい食べたんで、この後ねお腹を壊してしまいました。やっぱり冷たさに慣れてない日本人の場合はね、ちょっと連日はやめた方がいいですね。ちょっと間を空けてから冷たい麺を食べた方がいいかもしれません。今日はムルネンミョンとコングクスのお話でお送りしてきたんですけれども、この他にも韓国にはヨルムグクスって言ってヨルムキムチの入ってる冷麺ですとか、あとチョゲククスって言って鶏肉が乗ってて鶏ガラスープでできてる冷麺とか、まだまだね魅力的な冷麺がいっぱいありますので、また韓国に気軽に行けるようになったらいろいろ食べてみたいですね。今日は暑さを乗り切る冷麺トークということでお話をお届けしてまいりました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK ちょっと長くなっちゃったかな。